ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日はポッドキャスト配信第2回目ということで、皆さんが今一番気になっていること何なのかなって考えたときに、羽生結弦選手出演のアイスショーファンタジーオンアイスのチケットの当落、これがね気になってるんじゃないかななんてフィギエモンは思ったわけです。そこで今日は今までのフィギエモンのチケット獲得奮闘記なる、当選までの道というものをお話ししちゃおうかなって思います。 OK。 これ知りたいなって思う人結構いるんじゃないかなと思います。今までライブ配信などでチケットに関することはお話ししてきたんですが、チケット当選のためにしたことだけについて動画でお話ししたっていうことはなかったです。なので今日のトピックはこちら。じゃん。1、フィギエモンが最初に応募した羽生結弦選手出場チケット。2、初めての当選スターズオンアイス。3、初めてのアイスショーに行って思ったこと。4、初めて試合に行って思ったこと。5、羽生選手現役時代とプロになった今、どっちがチケット取りやすい？ 6、羽生結弦選手より取りにくいチケットって存在するのか。7、羽生結弦選手の出演のチケットの傾向。8、悪い席から申し込んだら当たる確率上がるのか問題。9、チケット当選のために気をつけていること。10、チケットを必ず獲得するためにやっていること。11、チケット獲得のためのマインドセット。今日はこのめちゃめちゃ気になる11個のトピックについてかっつりお話ししちゃおうかなって思います。 OK。 じゃあいきますね。まずフィギエモンが最初に応募した羽生結弦選手の出場チケットについてお話しします。これね、何だったかなって思い起こして、2014年の全日本選手権、これだったんじゃないかなとちょっとうろ覚えなんですけど、多分これだと思います。でね、これなんで応募したかっていうと、埼玉スーパーアリーナで開催している全日本選手権だったっていうのと、オリンピック、ソチオリンピックですね、これの選考会、すごく楽しいやつですね。これは近くでやるんだと思って応募したと思います。で、結果はですね、落選です。行きたかったんですよ。いや、もしかしたら全日本選手権ね、何回か申し込んでるとは思うんですけど、落ちてるので忘れちゃったんですよね。なんか全日本全然当たんないじゃんみたいなイメージがあったんで、もしかしたらもうちょっと前から申し込んでたかもしれないです。はい。ただね、全日本選手権って全国いろんなところで開催されるんですよね。だから自分の住んでるところから結構遠い場合はそんなに応募しなかったりとか、そういう感じで当時は見てたんで、近くのところで申し込んでる、そんなイメージだったと思います。ただ全然当たらないっていうイメージがありました。で、そして次、初めての当選したチケットっていうことなんですが、これはね、何度もお話ししてるのでご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、2014年のスターズオンアイスですね。はい。この時に羽生結弦選手出演してたんですが、友達から誘われてですね、羽生結弦見たいよって言われて、私もすごく見たいっ
っていうのもあったし、でその友達は高橋大輔さんも見たいなとか言ってたんですけど、確かねこれ出てなかったんですよね。でもいろいろ出てるので、町田達樹さんも出たんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですが、とりあえず羽生選手出てるよみたいな感じで、いいじゃんいいじゃんって言って、東京でやるから行こうよって言って行くことになったんですが、これはね普通に申し込んで取れたんですけど、あの時はね悪い席から申し込んだ気がします。多分私が取ったのか友達が取ったのか忘れちゃったんですが、確かね上から2番目じゃなくて、ごめんなさい、悪い方の席から2番目ぐらいの席だったと思います。なので実際に見たのは天井席の真ん中らへんみたいな、そんな感じだったんですよね。で、次のトピック、初めてアイスショーに行って思ったこと。このスターズオンアイスに行って思ったことなんですが、まずですね、暗いっていうのと幻想的、もうこれに尽きるんじゃないかなと思います。特にスターズオンアイスっていうのは真っ暗になって選手が突然出てくるみたいな演出が多いんですよね。でこの2014年の時もそんな感じだったので、上から見てると特にですね、もう本当に真っ暗で見えない中で急にバンってライトアップされて選手が映し出されるっていう感じでしたね。でちょっと余談なんですが、この前のスターズオンアイス横浜公演と比べるとですね、この時会場が違ったのでよく見えました。明かりがですねちょっと明るかったんですよね。なので、そういう違いもありつつですね、このホワイトレジェンド羽生選手踊ったわけなんですが、良かったことっていうのもありまして、それはですね、暗いからこそ隣の人のことを気にしないで演技に集中することができる。これがねいいところなんじゃないかなと思いました。競技会だと明るいので、割と隣の人が物がね見えてる状態で演技を見るので、チラチラ入ってしまうんですよね。でもアイスショーの場合はその周りの観客の人が声ぐらいしか入ることがないので、この人泣いてるなとかいうのも音でしか分かんないっていうか、そんな感じなんですよね。なのでみんなで見てるんですけど、一人で見てるような感覚にちょっと陥るぐらい集中できる、それがアイスショーのいいところなんじゃないかなってフィギエモンは思いました。そして次ですね、初めて試合に行って思ったこと。まずこの試合って何行ったのっていう話なんですけど、確かですね2015年の国別対抗戦ですね。羽生選手が出る競技会のチケットが全然取れなかったものなんで、その羽生選手が出るって分かってない時から取ったチケット、国別対抗戦っていうのはそういうチケットなんですね。なので、これを最初に買っといて、で羽生選手、出ることになったという感じで初めて試合を見ることができたっていうのが2015年の国別対抗戦でした。でこれを見た時に一番最初に思ったのは、明るい、あとは思ったより選手の皆さんの緊張感とか、その始まる前の静寂とか、それがすごくね分かるなっていうのと、あとは明るいことによって本当に細かいところまでよく見えるっていうのと、あとはですね、アイスショーだとその選手一人にスポットライトが当たってるわけなんですけど、競技会だと選手がうじゃうじゃいるわけですなので端っこの方に羽生選手がいて、でリンクの方では演技を誰かがしてる、そういういろんなところを見なきゃいけない忙しさっていうのが競技会はあったような感じがします。でアイスショーの違いっていうのをお話しすると、これ結構いっぱいあるんですよ。まずですね、6分間練習が必ずあるっていうことですね。その練習を見てると、始まるんだ、席に行かなきゃみたいなトイレとか行ってるとね、大丈夫かなみたいな、まだ始まってないよねとかいうのがあるんですよ。
で、競技会の場合って本当に秒刻みでスケジュールが決まっているので、一応そのスケジュールを自分が持っていればその通りでいけるんですけど、トイレの問題とかもあり、6分間練習をやってるのを横目で見ながら席に向かうなんていう、そんな瞬間も結構あったような記憶があります。で、次ですね、アイスショーの違い。アイスショーとの違い。明るいところで選手が紹介されるっていうことですね。一人じゃなくて何人か、そのグループの人が一番最初にリンクに出て、で名前と、国際大会だったら国の名前を言われるっていう感じの、ゆずる羽生ジャパンみたいなねそういう紹介があるわけです。これがね、アイスショーではないですね。スターゾーンアイスで言うと、音楽がかかりながら群舞をしながら名前が呼ばれるっていうことがある時もあるんですが、あんまりなくて、競技会の特徴という感じですね、あれは。次のアイスショーとの違いっていうのが、他の選手と一緒に練習で滑るっていうことなんですよね。で、これね、どういうことかっていうと、他の選手と羽生選手と比較がしやすいんですよ。スピードがどうなのか、滑りの音がどうなのか、あとは回転の速さとか、スピンの回転の速さとか、あとはジャンプの着地の音の違いとか、そういうのがですね、同時に滑ることによって分かりやすいっていうのがあるんですよね。と思って。国別対抗戦のエキシビジョンに行った時なんか、私はネイサン・チェンと羽生選手が一緒に滑っているっていうのがあって、でネイサン・チェンの音楽が鳴ってる時に羽生選手がそれに合わせて踊ってるみたいなね、そういう普段では見られないような面白い瞬間が見れたりする、それが競技会のいいところなんじゃないかなって思いましたね。あとアイスショーの違いで言うと、競技会の場合はジャージを脱ぐところが見れるっていうのがあるんですよね。その国際大会だと、その国のジャージっていうのが、ナショナルチームのジャージっていうのが作られてますよね。で、必ず着ていると思うんですけど、衣装の上にジャージを着ているんですよね。で、そのジャージを必ず練習したら脱ぐじゃないですか。で、競技会のその演技の時は脱ぐわけじゃないですか。なので、ジャージを着てるところが見れるっていうのも競技会っぽいなっていう、そういう国を背負ってるんだみたいないうところがあって、ちょっと心くすぐられるところではありましたね。で、あとですね、アイスショーとの違い、羽生選手のことで言うと、プーさんのティッシュケースが見れるですね2014年のそのスターゾーンアイスのアイスショーに行った時は、もちろんこのティッシュケース見れなかったですね置いてあるところ見れなかったです。それがちょっと寂しいというか、で競技会の美味しさでもあるかななんて思いました。で、あとはですね、それと同時にコーチと一緒にいるところが見れるっていう、そんな風景皆さん思い浮かぶと思うんですけど、それもですね、アイスショーだとコーチと一緒にいるところはなかなか見れないかなっていうのがあります。わざわざ出てきてもらってとかいうのがあったとしても、その競技会でコーチと選手が一緒にいるっていうのは本当に練習してるみたいな感じで一緒にいるので、そういう姿を見れるっていう良さはありましたよね。だからアイスショーでコーチと一緒にいるところ、羽生選手6分間練習何回かやってくれましたけど、コーチも一緒にねいたらいいななんて、ちょっと今思いましたね。ジスラン・ブリアンとかいたらいいななんてちょっと思っちゃいました。はい。で、あとですね、まだまだあって、アイスショーとの違い、キスクラでの表情が見れるっていう、こんな違いがあるんですよね。キスクラないじゃないですか、まずアイスショーっていうのは。なので、そのキスクラでの表情が見れる。で、なおかつですね、点数のことを気にする姿が見れるっていうね、そのキスクラで点数が出るわけなんですけど、アイスショーは点数が出ないので、
ここの部分がね、今のところはアイスショーで見たことがないかなっていうようなところですよね。アイスショーで見たいなっていう気もしますね。表彰式、これもね、ないですよね。これはね、できるのかよくわかんないですけど、アイスショーでやるとしたら、競技会ならではの良さというところで表彰式を見ることができます。ただですね、普通に競技会の場合、表彰式ってちょっと時間を置いて、で一番最後にあるじゃないですか、もちろん。なのでちょっと時間が押してることが多くて、見てない人多いなっていうイメージはありました。なので表彰式見たいんだけどすごい遅い時間だからもう帰らなきゃいけないっていうね、それがちょっと残念だったなっていう記憶があります。でもね、見れるもんならゆっくり表彰式見たいなっていうのが私の思いです。はい。で、次のトピックに行きます。羽生選手、現役時代とプロになった今、どっちがチケット取りやすいっていうことなんですけど、皆さんどう思いますか？どっちが取りやすいと思います？普通に考えたら現役時代の方が他の選手のファンの方もいらっしゃるので、チケット現役時代の方が取りにくいんじゃないかなって思われる方も多いと思うんですけど、実際の体感としてでは、私の体感ですよ、だと羽生結弦選手の単独アイスショー、この場合は現役時代よりもチケットが取りにくいです。はい。まずですね、岐阜と東京ドームで、1日限りでしたけど開催されましたよね。この時2月の末ということで、季節的にはそんなに良くない時代じゃない、ごめんなさい季節ですね。なんだけど、あんまり外に出たくないっていう季節じゃないですか。にもかかわらず、全然取れない人が続出っていうことだったんですよね。ギフトで本当にびっくりしました。チケットの値段も結構高かったですし、それなのにあれだけ取れないっていうのはすごいなと思います。あとですね、単独アイスショーの最初はプロローグだったわけなんですけど、横浜公演と八戸公演、2つあったわけなんですけど、これの両方に全然当たらなかったっていう人が結構いるみたいなんですよね。で、特にですね、横浜公演が交通の便がいいところで関東圏ということで、本当に大人気なチケットだったと記憶しています。なので、最近やったスターズ・オン・アイスとかは単独のアイスショーではないので、ちょっと話は違うのかもしれないんですが、単独アイスショーになるといきなりもうチケットが取りにくくなるっていうのはちょっと覚悟しといた方がいいと思います。これからもし羽生結弦選手の単独アイスショーが開催された場合は、今取れるから取れるんじゃないかみたいなね、そういうことは絶対に思わない方がいいっていうのが私の持論です。はい。なので、チケット取れるものもあるとは思うんですけども、アイスショーによってですね、意外と取りにくい、取りやすいっていうのが違うっていうことを知っておかれると良いかなって思います。で、羽生結弦選手より取りにくいチケットは存在するのかっていうこの問題なんですけど、私ね、いるんだろうなっていうのは分かってたんですが、そんなに好きな人がいるわけではないので実感としてなかったんですね。取れないよっていう話はよく聞いてはいるんですけど、いろんな人ですね。で、この前ですね、2023年の6月の2日から4日に羽生結弦選手のプロローグで開催した会場ですね、ピアアリーナ MM、 こちらで開催される BTS の菅さんっていうんですかね、この方がソロ初のワールドツアーの日本公演をするっていうことで、こ
これのファンの方を私ちょっとお伺いすることができたんですね。で、その抽選の日っていうのに画面を見せてもらったんですよ。そしたらなんとですね、一般の人は申し込めないんですよ。ファンクラブに入ってないと申し込めないっていう感じで、でプレイガイドはローチケだったみたいなんですよ。でローチケなんですけども、なんかね画面が違くて、専用の画面に行くとなんと4万5,000人待ちとかいうねそういう表示が出るんですよ。で私見せてもらったんですね。昨日は4万5,000だったのって言われて、でその時は、昼間ぐらいだったのかな、12時とか、そういう時間だったと思うんですけど、その時に見たら、1万5,000人待ちっていうのを私実際見ることができました。申し込みが待ちなのっていうその驚きったらないですよ。もうね、これ見た時に羽生結弦選手のチケット落ちて落ち込んでるっていう、その自分にごめんなさいって言いました。こりゃ取れないよみたいな。申し込むだけで1万何人待ちですよね。しかもピアアリーナ MM とか、どんなになんか絶望的なほど取れないんだろうっていうのがそれだけでわかるじゃないですかね。なので、本当にごめんなさいって思ったものなんですけど、羽生選手よりも取りにくいチケットっていうのは確実に存在するっていうのがあるらしいです。このね BTS のスガさんって羽生選手もなんかね見に行きたいんじゃないかなっていう気はしますけど、見に行けないですねファンタジーオンアイスの日なんで、同じ日ですよねこれ。はい、仙台にいると思います。ただね、上には上がいるんだなっていう風に気づいたフィギエモンでした。はい。OK。で、羽生選手の出演のチケットの傾向っていうことなんですが、傾向あるんですよね。皆さん応募してる人はご存知かなとは思うんですけど、一応お話ししておくと、まず最初から最後まで何回かチケットの抽選があると思うんですけど、多いものだと7回ぐらいあったりすると思うんですけど、どんどん当選確率が下がっていくっていうことなんですよね。本当にこれは顕著ですファンタジーオンアイスもそうでしたね。今途中経過の段階ですけど、やっぱり一番最初に当てないときついっていうのは、今年のファンタジーオンアイスもその傾向が出てますね。これはローチケであろうがピアであろうが、そんなにプレイガイドによって変わらないっていうのはあるのと、あとですね、いろんなプレイガイドで発売すると思うんですけど、本当の一番最初ですね、いろんなプレイガイドで同じ公演を発売する中でも一番最初の発売、これをちゃんと見つけて応募するっていうことが結構大事になってくるかなと思います。抜けてる人いるんですよ、結構いろんなプレイガイドがあって、いろんな申し込み方があるので、どれが一番最初か結構分かりにくいんですが、とにかく一番最初を外すと結構きついっていう感じですね。ただ新潟公演の場合は2回目の応募、これが結構当たりやすかったかなっていうのが、ちょっと当選の当落の結果を聞いて思いましたけど、大体が一番最初の抽選、これで気合を入れてやらないと泣きを見ることになるっていうのが大まかの流れですね。ただフィギエモンですね、最近まで一番最初に当てるっていうことがすごい少なかった人で、2回目にね結構応募して受かるというか、2回目じゃないんですけどね、その二次抽選みたいな感じで、実際は3回目だったりとかするんですけど、注釈の名前の席が出た時ですね、なんか人気のアイスショーとか競技会っていうのは注釈のお席が出るんですね。でその注釈のお席が出た瞬間が少しだけその席が増えるっていうのがあるので、その瞬間に申し込むで当
当選したっていうことが、何回かはありますけれども、その時に1回ちょびっと当選確率が上がるんですね。なので一番最初外したらそこを狙ってもう1回応募するっていうのが確実なやり方かなとは思うんですけど、やっぱりそれでもね確率は低いので、一番最初に当てに行くっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。羽生結弦選手出演のチケットの傾向として結構あります。であとはですね、関東勢の勢いがすごいっていうのを感じます。なんでかなって思うと、フィギュアスケートのチケットって結構値段が高いじゃないですか。なのでお金持ってないと応募しないっていう人が割と多くてですね、もちろん頑張ってみたいから応募するっていう人もいるんですけど、全体的に言うとやっぱり関東の人ってお金持ってることが多いし、いろんなところに行きやすい、交通の便がいいっていうのもあるので、やっぱりね関東勢のそのチケット獲得の意欲っていうのがね、この勢いがあると紙チケになったりするっていう気がします。だからねギフトも取りにくかったっていうのがあるかもしれないですね。関東なんでね。であとですね、競技会だと、一番人気がどれかっていうとフリーなんですよで2番人気がショートプログラムの日で、3番人気がエキシビジョン。これは見ててすごい思いましたね。絶対的にそうです。理由は簡単なんですよね。皆さんわかると思うんですけど、フリーだと表彰式もあるし結果もわかるし、ね、もし優勝とかになれば、1回こう回ってくれるみたいなのがあったりとか、そういうねショートプログラムではない美味しいところがあったりするっていうのと、あとはプログラムの時間ですね。フリーの方が長いので長く見ていられるっていうので、なんか好む人が多いみたいですね。はい。でエキシビジョンはなんかアイスショーに近い感じっていうところがあるので、やっぱりエキシビジョンとかアイスショーよりは競技会の方が人気っていうのが、今までの流れではあったと思います。OK。であとはですね、交通の便のいいところが人気のチケットになりやすいっていうこの傾向がありますよね。新幹線の駅降りてからすぐ行ける会場とか、地方であってでも駅から近いところ、これはね結構人気が高くなることが多いというふうに思います。なのでちょっと交通の便は悪いんだけど羽生選手を近くで見たいっていう場合は、いろんなアイスショーがあるので、そこを狙って応募するっていうのも一つの手じゃないかなと思ったりします。あとはですね、単独アイスショーの場合はチケットを持ってないと会場のグッズ販売でさえ買えない時があるっていう、これプロローグのことなんですけど、羽生選手ですね、結構グッズが欲しい人がファンが多いので、そのファンが並んだりするのが、大変だと思ってくださったんだとは思うんですけど、それでちゃんとこの時間はこのチケット持ってる人とか、そういう感じでチケット持ってないとグッズ買えないっていうね。昔だったら並びさえすればグッズ買えるみたいないう認識あるじゃないですか。でも最近はそれがなくてだから行きさえすればなんとかなるっていうこの考えがですね、通用しないのが今っていう感じです。これと同じようにですね、当日の販売チケット、これが、昔はよくあったと思うんですよ。ね、競技会とかでも割とあったとは思うんですけど、最近のスターゾーンアイスでは当日チケットがあった日もありましたけど、ほとんどが当日チケットはないので、何にも持ってないのに行くということはあんまり得策ではないかなっていうのが羽生結弦選手出演のチケットの傾向であると思います。いや大変だね。そしてですね、チケットの申し込み方として、悪い席から申し込んだら当たる確率上がるの問題です。どう思います？
なんかそう思いますよね。何にも知らない頃は私も悪い席の方が当たんだろうって思ってたんですよ。これ信じて疑わなかったですね。でもこう当たらないことを経て、なんで当たんないのかなっていうのをちゃんとこう検証してったんですね、自分で。その時にですね、分かったんですよ。抽選の回、1回目2回目3回目とかあるじゃないですか。その回によってどの席が当たりやすいっていうのが後からでしか分かんないんですがあるんですよ。なので悪い席に申し込んだらほぼ当たんなかったっていう結果も結構あって、悪い席から申し込んだら当たるっていうのはないかなと思った方がいいと思います。当たった人はたまたまそれがとても多い席だったとか、あとはその回にその席を当てようとしていたとかいうのにたまたま当たったっていうことだと思います。だから普通に考えてね、いい席の方が全然当たんないんじゃないかと思うんですけど、そんなことはないので、そこはねちょっとこう頭を切り替えておいていただければなと思います。なので基本は一番多い席が一番当たりやすい。これが羽生結弦選手のアイスショーなり、競技会なりね、ないとは思うんですが、それのチケットを取る時のセオリーです。はい。チケット取るの大変っていうことを聞いて、なんか僕としてはそんなに需要あるのかって、自分のスケートそんなに需要あるのかなってすごいドキドキしてるんですけど。フィギエモンがチケット当選のために気をつけていることということなんですが、細かくいろいろあるんですよ。先ほど話した話に通じるんですが、まずこれがね何回目の抽選に応募私してるのか、そこをねちゃんと考えるようにしていました。昔は考えなかったです。そんなの何回目か知らないのでねでも今は何回目か分かってるので、これが何回目でどういう風に当てに行かなきゃいけないんだっていうことをちゃんと気をつけるっていうのをやっています。あとは自分が行きたい日はどこかっていうのをちゃんと決めるっていうことですね。昔はですね、例えば3日間あったらどれか当たればいいやみたいな感じで全部ボンボンボンってこう申し込んで、で全落ちするみたいな、そういうパターンがよくあったんですね。だけど申し込む前に私はどこの日の何席っていうのはちょっと置いといて、どこの日に行きたいんだっていうのをまず最初に決めるんですね、自分で。これは結構大事で、どれでもいいやっていうのと、この日にガツンと行くぞっていうその自分の気持ちですね。それを持ってくっていうので結構変わると思います。でこの前のノッテステラータの応募の時は私3月11日に、ホテルもう取っちゃってたので、もうホテルここに決めたし、もう絶対ここの11日に行くっていう風に決めてたんです。そしたら当たりました。1日しか申し込まなかったです。そういうことも必要かなって思います。だいたいね、ローチ系ですよね。ノッテステラータはローチ系だと思うんですけど、ローチ系の場合は3日間あっても1日しか当たんないです、どうせなのでこの日行きたいならこの日って決めちゃった方がいいなっていうのが私の持論です。すごい。であとはですね、自分がどう申し込んでどう外れたかっていうそのデータを申し込む前に頭に浮かべるっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、私今までどのパターンでどういう風に外れたなっていうのを思い返すんですよ。で、同じ外れるパターンを応募してないだろうねっていうチェックをするんです自分の中で。人間ってですね、同じ間違いをすごくしやすいんですよ。なので自分の間違いパターンっていうのがあるんですよね。でその間違いパターンを思い出すんですよ。またそのパターンにはまろうとしてないだろうね自分っていうのを思い出して、これだと当たんなかったんだからこっちでこういかなきゃいけないんだみたいなことを一回ね申し込むその
席をこうポチってする前に考えるんですよ。それが割と大事なんじゃないかなって最近思ってます。同じ間違いをね繰り返さないためにやってみてください。 OK。 そして次にチケットを必ず獲得するためにやることということで、これね行動の部分ですね。何をやるかっていうのをお話ししていきます。まず私がやるのは、ホテルが必要な場所の公演の時はスケジュールが決まった時にホテルを予約するということです。これねスケジュールが決まった瞬間に自分が何をしているかにもよるのであれなんですけれども、なるべく忘れないようにやるようにしてます。でこれをやることで、私はホテル取ったんだよっていうのを自分の中でこう認識するじゃないですか。それが大事だと思っていて、もちろんそれでもダメな場合はあるんですけど、ホテル取らないよりは取ってからチケットの獲得に挑んだ方が確率は上がると私はなんとなく思ってます。であとやることっていうのは、リセールなどですね、ギリギリで申し込む時があると思うんですけど、その時に自分が公演会場に到着できる時間っていうのをちゃんと交通機関を含めてこう時間なり何なり調べて到着できるよっていうのを確認しておくっていうことなんですよね。適当に申し込んであれみたいなこともなきにしもあらずじゃないですか、そのギリギリだとね。なのでリセールとかであっても、抽選であったらちゃんとどういうふうに自分が行くのかっていうのをシミュレーションしてから応募する。これがいいんじゃないかなと私なりに思っているのでやっています。あとは公園に行く洋服を決めておくということです。季節によっては何着ようかなっていうのが迷うところがあると思うんですけど、暑い場合はこれで、寒い時はこれでみたいな、2つぐらいですね思い浮かべてどっちかを着ていこうみたいな、そういう感じで自分がこれを着て公園に行くんだっていうそのことを思い浮かべられるように洋服を決めておくというのをしてます。あとですね、チケットを申し込むとき、自分の意識の 120% をその申し込みのところに持っていくっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、何かをしながら申し込むとか、音楽聴きながら申し込むとか、意識がいろんなところにテレビ見ながら申し込むとかいろいろあると思うんですけど、そうじゃなくてがっつりもうチケットを申し込むぞみたいな感じで、その時だけですね、がっつり意識を持っていくっていうのをやってます。チケット申し込みましたからねみたいなそれ何のあれなのか分かんないですけど、なんとなくそれをしてます私はそしてあと何をやってるかっていうと、いろんな情報が渦巻いてると思うんですよ。例えばシャトルバスのチケットが出たよとか、いろいろね、公演に関する情報、グッズ情報が出たよとか、グッズ何時から売るよとか、いろいろあるとは思うんですよ。でその情報の中でできることはすぐにやるっていう風に決めておくってことですね。チケットが取れてなかった場合に必ず取るんだよみたいなことをすぐに行動を私しますからっていう風に自分で決めておくことで、その情報がパッて入ってきた時にパッと動ける、これが大事かなっていう風に思ってます。で実際にですね、これ去年のファンタジーオンアイスの神戸の時ですね、パッと情報が入ってきて、でパッと申し込んだんですよ。でパッと申し込んだらその予約待ちだったんで、それでもいいやって言ってパッと申し込んで、そしたらその予約が OK になって行けることになったっていうこともあったんで、その素早さっていう、その情報がいったらすぐやるっていうことが結構大事なんじゃないかなって思ってます。うだうだ考えてると誰かに取られちゃうんではいっていう感じです。そして次のトピックス、チケット獲得のためのマインドセット。はい、こ
これなんですが、結構ねこのマインドセットっていうのが大事だなって私思ってるんですよ。何を言ってるかっていうと、例えば私いつも一番悪い席から申し込んでいるのに一回も当たったことない、また次もきっと当たんないんだろうな、そういうふうに思って何かのチケットを申し込んだとします。そしたら当たらない確率は多分増えるような気がするんです、私。だけど私絶対当たるもん、この公園に行くぞっていう風に、この違い分かります？さっきのと当てるぞっていうそのプラスな感じ、それを自分の中でいろんな自分に持っていくことができると思うんですよ。もちろんさっき言ったそのいつも当たんないもんっていうマインドセットだったのは私2014年より前だったかもしれないです。その後もそうだったかもしれないです。だから同じ人間でもそうやって変わるんですけど、その考えを変えることで当たっていく、実際に当たっていくっていうのが結構あると思うんですよね。なのでぜひね、全然当たらないよって言ってる人は当たらないよって言わないようにしてくださいねはい。で、あとですね、人と自分を比べないっていうことです。皆さんね、ツイッターとか見てると、これが当たりましたとか、これが外れましたとか、なんか個人的に言ってる方がたくさんいらっしゃるので、それを目にすることもあると思うんですね。で、私も言ってるので、私の当落とかを皆さんが知って、私は落ちてるとか、なんかそう感じたことがある方もいらっしゃるかもしれません。でもこれはですね、誰かと比べないっていうことがすごい大事で、誰かの当落を知るっていうのは、その自分がなんで外れたかっていうのを知るのにすごく有効なんですよ。なので知ってた方が私はいいと思います。ただそれができないのであれば、その人と比べてしまう、どうしてもなんで私だけ当選しないんだろうみたいな、そういうことしかどうしても思えない人は、人が当落を言ってるのを目にしない方がいいと思います。でも私の場合はその当落を知ることで、その人がなんで受かったのかっていうのをちゃんと確認してたりするので、確認できないこともあるんですけど、そういうことをすることで自分が次に当選する道が開けると思っているので、そんな感じで参考にさせてもらっているっていう感じです。ですね、最後のマインドセットなんですが、羽生結弦選手の演技をとにかく楽しみにする気持ち、これで皆さん応募すると思うんですよ、そもそもはね。なのでそこの気持ちを思い出して、そこの気持ちでいっぱいにするで応募するっていうところが、実はチケット獲得のためのマインドセットで一番大事なんじゃないかなと私は思ったりするわけです。はい。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。いかがだったでしょうかちょっと参考にならなかったよっていう人は申し訳ないんですが、私のね個人的な考えというか、経験に基づくお話だったので、こんな人もいるんだなっていうふうに軽く聞いていただければなと思うわけです。はい。ただね、思うのは、経験を積めば積むほど誰でも上手くなる、これがチケット獲得だと私は思ってます。フィギュアスケートをする羽生結弦選手と同じかもしれないですよね。フィギュアスケート歴が長くなればなるほど上手くなっていく。私たちもチケットの経験が長くなればなるほど取れていくみたいなね私が思うに、チケット獲得は公式練習じゃないかなって思います。本番に向かうためのチケットをぜひ皆さん獲得できますように、これからのチケット取りを一緒に楽しんでいきましょう。ということで、フィギエモンでした。さようなら。 OK。ありがとうございました。